要するに、僕は実はそのね、一番最初の事件が起こる前から、これ、関わってるわけですよね。だから池田さんは本当に捏造だってことを知ってる。何もなかった時に僕は取材に行ったわけですよ。今日ご覧の皆様、それ、NHK 時代に、全くそんな最終党、当時の最終党から、その強制連行されて連れてかれた娘さんはいないと、現地の人から現地を取ってるのが池田さんですから。それはちょっとじゃあ、繰り返しになりますけど、お話ししますと、僕は1991年の8月に、取材したのは7月なんですけど、毎年ね、NHK は8月になると、終戦記念日特集というのをやるので、その取材に、この強制連行と、従軍慰安婦というテーマで、その韓国に1ヶ月ぐらいね、取材に行って、2チームで行って、両方で50人近くおそらくね、男女含めて、インタビューしたわけですね。で、僕ら最初は、その慰安婦とか、その強制連行っていう番組だから、そういう人が当然いるもんだと思ってですね、現地のガイドにね、全部そういう証言を取りに行ったわけですね。ところがね、確かにその戦地へ行ったって人は、女性でもね、いるし、男性の場合は大体日本の炭鉱とかね、そういうところに騙されて行っちゃって、で、タコ部屋で帰れなかったという話はあったんだけど、その軍隊が来てね、無理やり引っ張っていったという、いわゆる強制連行っていうのは、男女ともに一人もなかったわけですよ。で、こっちは、僕はその当時は、そういうのを告発するドキュメンタリー作ろうと思っていたわけだから、困っちゃってね。しょうがないから、ちょっと番組としては非常に迫力のないものになっちゃったんですけど、そこで分かったことは、要するに考えてみたら当たり前のことで、当時の朝鮮半島っていうのは別に戦場じゃなかったわけだから、軍がそんなとこに、女性引っ張りに行こうと暇じゃないわけですよ。こっちの南方の方でものすごい大激戦やってるわけだから、それは要するに軍なんかね、そんなこと、最初に吉田誠二っていうね、その嘘つきの人が、私が引っ張ってきたと、最終党で引っ張ってきたって言うんだけど、もう軍なんかそんなとこに、その時期に行ってないわけ、そもそもね。だからもう全く、その吉田誠二の話がもう全くの嘘であると。それから、それに類することもないと。いうことを確認して、帰ってきたわけですね。で、そしたらその翌年ですね、朝日新聞が、要するに強制連行をやったと、いわゆる女子低身体で引っ張ったというふうな非常に間違った報道をして。低身体ってだってそれこそ全然関係ない。全く違うでしょう。工場で働かされたり、そういうのったら、私の母親、東京女子大、戦時中、この東京のど真ん中の人ですけども、東京女子大3年生かなんかで工場に働かされて縫い物されて、一緒にいた同級生森英恵さんですよ。だからそれとうちの母だって森英恵さんだって低身体ですよ。東京女子大在学中の。だからね、そういう話が全部ごちゃごちゃになって、それで向こうに、韓国にその低身体なんとか、協会みたいなのができて、で、自分はその戦地でそこでやってたっていうおばあちゃんが何人か出てきてですね。で、そういう人たちが日本で裁判を起こしたわけですね。で、それも僕ら最初取材したわけですよ。で、それが、その91年の8月に、僕と、もう一人の担当者で、その番組作ったわけですけど、その時に僕は非常に今でも印象に残ってるのは、金岳順っていうね、一番最初に名乗り出てきたおばあちゃんを、ずっと、連れてきて、その間、NHK のスタジオなんかでいちいちセリフとかですね、教えてたのが福島みずほさんなんですよ。僕その時にね、この人何してんのかなっていう印象があって、その時はまだ国会議員じゃなかったんですね。で、要するにもうね、福島さんがセリフつけてるわけですよ。で、その金岳順さんは当時日本に対して、その国家賠償のね、訴訟を起こそうとしてて、その、代理人が福島さんと高木さんっていうね、ああいうことやってる人たちで、で、最初はその金岳順さんが言ってきた話は、要するに、当時の慰安婦の人たちっていうのはかなりいい給料をもらったんですね。それをいわゆる軍票でもらったね。軍の中でしか通用しないお金でもらった。それが戦争終わって紙くずになっちゃったと。で、それを賠償してくれという話だったんです、最初はね。ところが、それがその翌年のその朝日新聞の報道の前後から、その国に、軍に引っ張っていかれたという話にすり替わっちゃって、で、訴訟もそういう訴訟になったんですね。でその辺からね、この話が、なんかおかしな方向に行っちゃったんですね。その朝日新聞の、あれは僕は誤報だ、捏造という人もいるけど、どっちにしても間違った報道だったわけだけど、その間違った報道に、その福島さんたちが、あるいはそのおばあちゃんたちが、
こう話を合わせていったんですね、92年以降ね。そうすると、アメリカ人の人たちはね、例えばさっきのニューヨーク・タイムズのね、ファクラーなんてのは、その騒ぎが起こってから取材に行くわけですね。そうするとおばあちゃんと全部口裏合わせてるから、ね、我々は軍に引っ張っていかれたと。そうすると、何も知らないアメリカ人から見ると、このなんかね、こう証言があるんだから、動かぬ証拠だろうと思っちゃうわけですね。そうですね。一番初めが1990年でしたよね。確かね、ユン・ジョンオクっていう人が低身体取材記っていうのを書きましてね、それが一番新聞連載をして、それが一番初めなんです。それは韓国でですか？韓国でです。で、それで、韓国低身体問題対策協議会、低体協がそれで発足するっていうのが90年で、その前が、吉田誠二が1983年に私の戦争犯罪という本を出したんですね。で出して、その時に最終党の新聞社の女性記者が本当にあるのかと思って調べてみたら何もそういうのがなかったんで、あれは違うっていう新聞記事を書いたっていうところまではその前の話ですよね。ところがね、今から言うとね、そんな嘘の話にみんな引っかかってると思うかもしれないけど、僕が91年に取材した時は、まさにその吉田誠二の本を、ね、想定してこういうことがあるんだろうと思って取材に行ったわけですよ。そしたら全くそういうことはないというのはね、その当時は僕らみたいに現地取材しないとわからなかった。だからおそらく朝日の上村さんとかね、あの辺の記者は多分ね、思い込んでたっていう可能性あると思うんですね。現地行ってみてっていう感じだったですもん。